今日はクッキングノートの166ページ、マトンカレーを作っていきたいと思います。カレーをこれまで2度ほどご紹介させていただいたんですけど、なんでレシピがないんだというご質問がありまして、申し訳ありません。私の得意料理で目分量で全部作ってましたので、レシピを紹介することができませんでした。今日はクッキングノートにレシピが書いてますので、それをご紹介したいと思います。だけど、ちょっと量が少ないので、日本語のレシピの倍の量を作りたいと思います。スペイン語のレシピでは、その2倍の量で書いてますので、その通りに作ってください。羊の足、一番美味しいとこですけど、買ってきました。全部使うと多いので、600g 切り分けます。はい。ちょうど600。バッチリですね。骨ごと作っちゃいますね。切れました。で、アスカにあげます。おいで、アスカ。はい、お座り。お手。はい、いい子だね。待てよ。よし。いい子だね。はい、はい、ニンニクをみじん切りします。人参切ります。じゃがいも切ります。生姜をどうするかは全然レシピには書いてないので、まあ多分おろしたらいいと思うんですね。おろします。はい、これで準備が整いました。フライパンに火をつけてバターを入れます。で、ニンニクを炒めていきます。はい、ここに玉ねぎを入れます。
で、お肉も入れます。火は強めでいいですね。この羊の肉はいつも行くサンチートリカで買いましたね。フランスの方がやっているお店です。私が生まれる前にフランス人のシェフが私の家に泊まって日本で料理を教えたことがあるみたいです。クレマンさんっていう人ですね。今どうされてるかわかんないですね。パリの方でレストラン開いてたらしいんですけど、私の兄がもう何十年前ですけど訪ねて行って、それ以来ですね。去年私もフランスに行ったんですけど、スリにあってお金もパスポートも何もかも全部取られてしまって途方に暮れて大変なことに遭いましたけど、いい経験でした。そのためパリに2日間足止めされて、その代わり綺麗なパリの夜景を見ることができてよかったです。またコスタリカに友達ができたのも良かったですね。その時凱旋門上がった時にコスタリカの生物学の研究してる人って出会って写真をちょっと撮ってくれっていうことでお手伝いして仲良くなりました。今でも Facebook で繋がってます。遊びに来てくれって言われてます。いつかコスタリカにも遊びに行きたいと思います。私も動物が大好きなので、コスタリカは動物の宝庫ですね。人参も入れます。本当はフランスはトランジットで昼間の数時間しかいないつもりで寄ったんですけど、パスポートとお金取られたために飛行機乗れなくなってしまってですね。でもう本当に仕方がない。
2日間パリで過ごしました。なるべく安いホテルをと思って探したんですけど、ちょっと高くて泣きましたけど、ご飯をほとんど食べないで、ハンバーグ一つで一日過ごしながら耐えました。で、夜凱旋門に登って、そこで友達と出会えたので、それが何よりもの収穫ですね。お金に代え難い人との出会いというのはそういうもんですよね。ここに生姜も入れます。じゃがいも入れます。はい、ここにみりんと醤油入れますけど、みりんなければ白ワインで大丈夫です。塩入れます。胡椒入れます。はい、これは置いておきます。バターを熱して、ソースの素、ルーの素でやりましたけど、あれは1時間かけて作ったり、スペシャルカレーの時には2時間半から3時間ぐらいかけて作りましたけど、今日はこれ5分で作っちゃいますね。小麦粉入れて、もちろん長時間かけた方がまろやかで美味しくなるんですけど、クッキングノートのレシピ通りに5分で作りたいと思います。焦がさないように火を弱めます。で、カレー粉入れます。はい、一回これ火を止めます。そして少しずつ水を加えてということですけど、今日はブイヨンと水の代わりにスープストックを使います。スープストックで
はい、ここまで来ましたら小さく弱火で火をつけましてどんどん溶かしていきます。で今日はスープストックの他にビールも使いたいと思います。コロナビールですね、メキシコの。これ1本 710ml ありますので、その分スープストックの量を減らして全部で合わせて2リットル使っていきたいと思いますね。ビール酵母が体にいいのでビールを使います。別にビール使わなくてもいいですね。でもいい香りがしてきました、ビールの。徐々に伸ばしていきましょう。はい、ビール1本全部入りました。710ml。なのでスープストックが約 1.3 リットル 1300cc 使いますね。別にお水2リットルにブイヨンキューブ1個でも構いません。ブイヨンキューブはパラグアイので1個 20g のやつですね。でこのフライパンには全部入りきらないのでお鍋の方に移しますね。こっちに入れ替えます。スープストックの残りが入ってたところに全部入れます。これもったいない、後でこそげますね。こそげてもう一回入れます。でお砂糖を 20g ぐらい入れます。
大体ですね。好みで変えてください。後で味調整しますけど、もう少し塩入れときます。胡椒。はい、ここに先ほど味付けして炒めたマトンとじゃがいも、人参、玉ねぎなどを全部ここに入れていきます。焦げやすくなっているので火を弱めます。で、その間にりんごの皮を剥きます。はい、ここにりんごをすりおろしていきます。りんごが入りましたから結構塩分は追加しなきゃいけないと思いますね。味見をして、はい、こんなところで完成にしましょう。ご飯をついでカレーをかけて、カレーにピクルスを添えて、はい、こんな感じですね。美味しそうですね。マトンカレーの完成です。